ごめん。回してんの？うん。マジにたこ焼き食べた。海苔がね。はい、そういうわけで始まりました。ついに私、宮川明が YouTube ですよ。どう思いますこれ？もう僕は嫌でしょうがない。YouTube は好きですよ。YouTube は好き。けど僕はね、テレビ局が好きなんですよ。悪いんだけどね、テレビ局は天国ですね。もう何でもある。そしてもう人がいっぱいいてね、なんか何でもできるっていう気になる。まあ、どんどんアイデアが出てくるっていうのはテレビ局。まあ、その辺ね、今日はある事情があって、こうやって YouTube の放送をいたします。まず、ここの、空きスペースありますね。ここに、このままだと不自然なんで、人を一人、ここに入れましょう。私のアシスタントは、私の娘のアリです。宮川ありです。よろしくお願いします。はい。一応どういうことかっていうのを説明しますね。はい。実は3月29日 JG ブラッドっていう渋谷のライブハウスで、はい、僕と、ダイナマイトシャカリキサーカスの、なんていうのライブか、はい、ライブが行われるはずだったんですけれど、例のまあ皆さんもよくお分かりですよね、延期になりました。はい、そこで今日はなんとかこのそこでこうふつふつと私たちに湧き上がる音楽のエネルギーを、皆さんに、こう聞いていただきたい、ということで、これからこの放送します番組の名前、せーの、免疫力アップミニ音楽道場 in おうちということでまあ、ライブ用に、練習をしていたんですね。で、まあちょっと時期が時期なんで、こういうことになるかなと思いつつだったんで、お稽古を、こっそりというよりは堂々とこのビデオに収め、音も、撮ってみましたんで、その模様を織り交ぜながらの、まあ、ミニ番組のようなつもりでお楽しみいただけるということです。それでは早速2曲聴いていただきますけれど、クインテットよりなんとも今にぴったりな歌が2曲あることが発掘されました今が旬の2曲、変ですよね、こういう言い方もね聞けばすぐなるほどと思うと思います。2曲聴いていただきましょう。曲紹介お願いします。鉄道唱歌高輪ゲートウェイ入り。2曲目は手洗い数え歌。どうぞ。せーの。東京神田秋葉原御徒町上野ウイスターに日暮里西日暮里田端駒込巣鴨大塚池袋明治の高田の馬場新大久保新宿代々木原宿渋谷恵比寿目黒五反田大崎品川高輪ゲートウェイ田町浜松町新橋有楽町東京神田秋葉原御徒町上野ウイスターに日暮里西日暮里田端駒込巣鴨大塚池袋目白高田馬場新大久保新宿代々木原宿渋谷恵比寿目黒五反田大崎品川高輪ゲートウェイ田町浜松町新橋有楽町東京東京一つ左の手を洗う二つ普通に手を洗う三つ右手も手を洗う四つよく手を洗う五ついっぱい手を洗う六つ無駄なく手を洗う七つなの目に手を洗う八つ
ひどいでしょこれの歌。ひどいですか？いやだって流してないもん。あー、確かに確かに。9つうん。ここここまでまで手を洗う。とでとうとう手を拭いた。それは全然さ作った時はさそう思わなかったんだけどさ今流すのがいかに大切かっていうことを僕らはそうですね。学んだじゃな学んでい。ますね。水で流すところが割愛されてる歌だと、はい。まあ思ってくださいっていうしかないんだけどね、はい。さあここでシャカリキの、紹介をしたいんだけど、はい。ダイナマイトシャカリキサーカスっていうのはね、うん。字が長いじゃん、はい。うん、長いなんでこんなに長いのかって言ったらそういう名前をつけたかったんですって言ってる、素直。うん、だからなんかこう出演とこどこちょなんとかってこう、うん。何でも短く収めたい時にねあー、はい。彼らの名前ばっかりねこう東西にねもう長いんだよね。うん。そこでね迷惑してるよっていつも言うとでも変える気はございませんって、ああ、そのぐらいの決すごい筋意でがね通ってますね。筋が通ってまあそうだね思い込んだらもうまっしぐらっていううん。 3人をありちゃんから紹介してください。こちらに誰？ゆうきさんです。ゆきさん。はい。ゆきさんどういう人なの？ゆうきさんは穏やかですね。私の印象だと。そうか、うん、すごく穏やか。うん、でもうんなんかちゃんとこう芯が通ってるというか。秘めとるぜ、うん彼女はもう、思いの丈がこううん、そ極まってう。くるっうん。ていう感じをもう横でいつも感じてるけどね。それで太郎さん。おしゃべりがとっても上手だと思います。あそうう、ん。なるほどお前喋るの下手やね。はい。ごめんなさい。確かに社会劇の中の喋り担当はそう。太郎くんだようね、ん。うん、非常にね、まあ、歌の好きな子供の頃から歌が多分大好きだったんだろうなっていうのをこうんう勝手に想像しちゃうの。あー赤いスカートを履いて、はいはい白いソックスを履いてるところをなんか太郎ちゃんに会うとねその6歳とか7歳の頃、うんうんそういうのを連想するんだよね。なるほどなるほど。そして、カニさん。カニさんあカニさんはどういう人なの？カニさんはどんな人って言われると難しいの。じゃあ考えといてね。曲はエルヴィス・プレスリーのはい、英語はお前だよな。パッチ it up。ゆっくり言って。パッチ it up。本当にお前メモリが2つしかないの。すいません。いい発音でゆっくり言ってくださいよ。patch it up。っていうのはどういう意味なの？なんかこうくっついて治ろうぜみたいな。仲直りでしょ。仲直り。仲直りっていう歌なんだけど、エルヴィス・プレスリーのもう全然その仲直りっていう雰囲気じゃない曲奏なんだけど、はい。でどうしてもね僕はね小学校の頃からねこのレコードが大好きでエルヴィス・オン・ステージっていう、LP の4曲目ぐらいに入ってんだけどもう毎日これ聴いてた。でもねもう一回いい発音で早く言って。 patch it up。これがプレスリーが言うとパチローベイビーに聞こえてパチローパチローってまあ当時としてはこうじゃない当時はこうなんだけどねパチローパチンコをしようという意味のねパチローに聞こえてしょうがなかったのよ、うんまあ、その辺をねちょっと作詞の安田裕子さんに考えてもらって整えてもらった、まあ新しい、曲なんだけど、これを聴いていただきましょう。曲紹介改めてかっこよくじゃあゆっくりめでかっこよく決めてみて。 patch it up。何度も作ろうって継ぎはぎだらけや
baby. What you love, baby. We got the bachelor, baby. What you love, You baby. can now the baby. Now she can baby. Bachelor, Bachelor, bachelor. bachelor, 仲直り We got the bachelor, baby. What you love, We baby. got the bachelor, baby. What you love, baby. You got the bachelor, baby. What you love, baby. Bachelor, 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 bachelor. bachelor. Got the bachelor, baby. What you love, You got the baby. bachelor, baby. What you love, Got baby. the bachelor, baby. What you love, baby. Bachelor, bachelor. bachelor. 確変だ帰りは寿司のベイベー Sushi love, baby. 寿司のタクロベイベー Taku love, 鈴 baby. 木一郎ベイベー Ichi love, baby. ガジロー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 アフロー仲直りさあここからがですねこの今日の免疫力アップミニ音楽道場 in おうちのメインイベントというかね、この曲に挑戦してライブをしようとしてたんだよね。何をやるかというと天保12年のシェイクスピアより何曲かやってみようと思っていたんでそれをご披露します。はいまだまだね稽古が足りないっていう感じは歌ってるみんなもね思いつつなんだけど、難しい曲だから、ねそうそうそうやっぱりミュージカルは1ヶ月天保12年の場合は1ヶ月半も稽古したのね。ああ、でそうかそうか。最後の3回東京の3公演は残念ながらクローズしてしまったんだけれど、それでも27回、26、7回やったんですよ。そういうその練習回数に比べたらねまだまだなんだけど、この曲たちをなんか意識を途切れさせたくないというかね、実は今年の秋ぐらいをめどに DVD が発売されると思うんです。でこれは日生劇場の最終公演無観客の状態で撮ったビデオなんですけれど、これが本当に素晴らしかった。ああよかった、素晴らしい公演でした。でそれからおそらく再演もあるんじゃないかと、もちろん僕の口から言えませんけれど、そういう話があちこちから、いやぜひやってくれっていう話はもちろんあるし、それに無反応な状態ではないということね。こればっかりは僕の口から言えません。確かなことは言えませんけれど、なんせ大変な人たちをもう一回抑え直すっていうことなんでね、すぐってわけにいかないと思いますけれど、考えてみれば再演しないという方が不自然ですよね。それでね僕はねちょっとね、聞いてもらう前に今日はせっかく音楽道場だから、ちょっとみんな勉強してほしいんだよ。天保12年のシェイクスピア、井上久志の戯曲です。でも井上久志さんの最初の、キャリアというのは、実は、ひょっこりひょうたん島の台本を書いた。もちろんその前にもあると思いますけど、その世に名前が出たということでは僕らの記憶にあるのは放送作家だったんですよ。ね。でこれがその後々小説家にもなり、それから戯曲作家であり、それから劇団小松座のなんていうのかな、その主催者だよね、になっていくわけなんだけど、同時代に3人のビッグネームが放送作家として生まれてんだよね。でこれがね名前を並べるだけで面白い。井上久志、青島幸男、そして A 六輔。
この3人はほぼ同世代なんだ。ああ、そうなんだ。で井上久志がそうでしょ、はい。で青島由紀夫はクレイジーキャッツの歌なんかのたくさん作り、どういうわけかその後議員になって、最後には東京都知事になって、もう亡くなって久しいんですけどね、青島由紀夫さんの、作った番組っていう意味ではクレイジーキャッツが出ていたザ・ピーナッツなんか出ていたシャボン玉ホリデーの作家だったわけで、そういう道を歩んだ。それから、永六輔さんね、これは今度は、日本テレビに対して NHK の歌番組「夢で会いましょう」という番組の、放送作家。その番組から生まれたのが「上を向いて歩こう」っていう曲なんだよ。遠くへ行きたいとか、もう何曲もあるんだ。有名な曲が何曲もある。まあこの3人は放送作家からスタートして、それぞれA さんは作詞家が一番、あとはラジオパーソナリティかな、それぞれの道を歩んだたくましい人たちが、最初に書いていた文章は人を喜ばせるための人のその時間の設計図だよね。放送作家っていうのはさ、その時間こういう番組、僕も今ちょっとこうやってテキストを書いているけれど、こういうものを書いて人をどう喜ばせようかなっていうことを考えてた人じゃないですか。素敵ね、同じ文学の道でも、なんか人の役に立とうとしていた文学っていうのはね、なんかまたこういう区別の仕方もあるなって、同じ文学者でも、放送作家から始まった文学者っていうのは、ここに挙げた人以外にもたくさんいるような気がしますね。さあじゃあ、問題の、天保12年のシェイクスピアより、もしもシェイクスピアがいなかったら、そして問題ソングどうぞ。もしもシェイクスピアがいなかったら文学博士になり損ねた英文学者が随分出ただろう。もしもシェイクスピアがいなかったら選手が出せずに儲け損なって出版会社はつくづく困っただろう。もしもシェイクスピアがいなかったらオイル袋の出しようがなくてプロデューサーたちがほとほと弱っただろう。シェイクスピアは飯の金だね。あの方がいる限り上はしない。シェイクスピアは米のクラクラクラ。あの方がいる限り死にはしない。シェイクスピアはノースペア。あの方に身代わりはいないのさ。もしもシェイクスピアがいなかったら女は弱いなどという
もシェイクスピアがいなかったらこれから始まるはずのこの芝居もここでおしまいさ。正か邪か正か死か問題だ。正かどうか嘘かまことか問題だ。善か悪か超か反か問題だ。内か外か上か下か問題だ。右か左か正か非か問題だ。あれかこれかこれかあれか問題だ。問題だ。すべてに備わる二面性。どっちがどっちか問題だ。というのも問題で問題か問題ではないかそれまでが問題だ。問題だ問題だ問題だ。乗るかそるかやるかやらぬか問題だ。刺すか裂くか焼くか煮るか問題だ。安いか高いか売りか買いか問題だ。神か仏か神社か寺か問題だ。笑いか涙か喜劇か悲劇か問題だ。あれかこれかこれかあれか問題だ。問題だ。この世の関節が外れたのか。すべてがダブって見え出した。というのも問題で問題か問題ではないかそのことまでが問題だ。というのもまたまた問題でまたまた問題だ。こういうことがまたまたまた問題だ。問題だ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 。いや問題だよね。問題ですね。いろんな問題があるよね。本当に。もう問題だらけだね世の中はね、はいもう喋り出すと止まんなくなっちゃうけど、はいもう僕はおじさんっていうかおじいさん寸前のおじさんなもんでね文句ばっかり出たくなっちゃうんだけど、まあ今回のこの要するに延期になっちゃったから今こういう、まあ、番組の形式で皆さんに見てもらってるんだけど、はいこの現状をポジティブに捉えてください。はい、ポジティブに。はい。なんかいいことありましたか？この1ヶ月。この1ヶ月、いい方に考えて。いいことだけめちゃくちゃいい、はいいいことを。いいことだけ考えると、はい。まあこういう動画の撮影だとか、うん動画のために録音だとかをする上でいっぱい練習できる時間があったりとかだとか、うん。そういうこう今までできなかったことに目を向けて時間を大切に使えたっていうことは個人的になるほどあね。りますね。ちょっとこの人も掃除するんだみたいな人がねいたりね。そう、普段できなかったことがそうできたって面もまあなくはないわな。なくはない。いろんな思いもありつつ、うんいい方向に考えようとするとそういうことは個人的にあるかな。そうだね。おそらくね僕が思うのはこの1ヶ月世界的なうんこういう、まあ、話題っていうかな同じことに直面したわけじゃん世界中が。世界中同時にね。その中で例えばねよく舗装されてる道路うんあるよね。うんそれが新しく家を建てたりビルを建てたりするっていうんで、古い建物が壊されて、うんあるいは道路が剥がされて、うんアスファルトや、石というよりコンクリートはいはい。の状態が一夜にして剥がされてはあむき出しの土に
なることってよくあるじゃない。うんうんうん。ああこの土たちは本当にかわいそうな思いをしてたんだと思わない、その時に。そうですね。あーってこう、うん、ところがどっこいその土がさ4日後にぐらいにかな、もうこう芽が生えてみたいな、ね、草が生えてるんだよね。あれはもう本当に恐れ入る。僕らの人間の力をはるかに上回る、まあ、動植物であるとか、まあそういうまあ、生命力がね、そうだよね、地球自体の生命力っていうのかな、そういうものがあまりに強いんで僕はそういう時びっくりするんだけど、そうですね。おそらくこの1ヶ月2ヶ月の間に、中国では例えば青い空が戻ったりしてるはずだよね、そんなニュースやってないけどさ、まあちょっといろんな記事とかにはちょっとそういうのもありますけどね。あそう、汚染大気汚染がちょっと綺麗になって、もうこの先何人もの人が救われることになるでしょうとか、そういう、あそう、そんなそれはアメリカの英語のそうでね、あれですすか。アメリカの記事とか新聞とかにも載っているし、イタリア今大変ですけど、イタリアの川がきれいになってイルカが泳いでるとか、街の中の川にイルカが泳ぎ始めたとか。どういう気持ちなんだろうね、イルカに。ちょっと聞いてみたいね。聞いてみたい。待ってましたなのか、あるいは何なんだろうね、みんなどうしたのなのか、ね、どういうことなのか聞いてみたいぐらいだけど、まあそういうことは多分東京の川にもあると思うんですよ。そうですね。川や、まあなんだろう、とにかく自然の何かね、っていうようなことが、こんなことで忘れていた自然が息を吹き返すなんてことがあるんだ。ただ僕が一番問題だと思うのは、それがまた僕らも日常というものを取り戻して戻った時にまたその命、小さな命が黙殺されたり、その上を踏みつけるようにまた同じ道を通るつまり人間がね、またその小さな声なき、草花や虫か、まあそれは土かわからないけど、そういうものを踏みつけていくのかっていうね、そこに一つの大きな選択肢が僕はあるような気がして、その時が一番僕らが意識をはっきりさせなきゃいけない時だなっていうことなの。だからこれからです。そうですね。これから必ず、一度下がるぞって下がったものは上がるから下がる、今度は上がります、そしてその時に下がるぞをどう捉えるか、下がった時に上がったものもあったよねっていう、そういうふうにそれ本当の意味のグローバルな、何か目を持って僕らは次の時代を迎えなきゃいけないと。まあ今は本当に大変な状態の国もある中でね、難しいところではあるけど、そこにそうだね、捉えて先を見ながらみたいな感じですね。あなたがこういう場でどういうトークをするかというのは今日は非常によく分かりましたね。すいません、口が下手で。いや本当にポジティブに考えるといい経験でございましたね。それじゃあ、私たちからの、今日の最後の曲は、NHKBS の、フルーツサンデーという番組をやってました、クインテットが始まる2年ぐらい前ですかね、わずか、1年だけ僕は1年だけだ。そう、あきら兄ちゃんという役で番組に出てた。その番組をなぜか蜷川幸雄さんが見てて「おい見たぞ」って言われて、そうだったんだ。才能をすり減らすなよって僕は言われたことがあるけど、どうでもいいや、いや僕はそんなすり減らすほど才能ありませんって言ったことが忘れましたけど、その中ででもこんな曲も生まれたっていうことですよね。じゃあ最後の曲です。これでお別れ。夢で会えるよ。
寂しく